こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画をお送りしています。今回の即興添削でご応募いただいた絵はこちら。作者は F 様です。男性キャラの煽り、俯瞰が苦手でのっぺりした顔になってしまいます。煽りの時、顎の厚みを出しすぎて違和感が出てしまい、厚みを出さなければのっぺりしてしまうなぁと感じてしまいます。とのことで、非常にクールでイケメンな男性の絵をいただきました。こちら十分よく描けていますが、顔は何よりも重要な部分ですから常によりよく描きたいですよね。特に煽り、俯瞰は描けなくて困っている方が大変多いと思います。より立体的に描くにはどうしたらいいのか。即興添削の結果がこちらです。今回のポイントは頭部を球体と曲面で捉える、この1点のみです。何を当たり前のことをと思われるでしょうが、これが実践できていない方が本当に多いんです。それではじっくりと解説していきましょう。まず顔が平面的になってしまう理由として、ほとんどの場合頭部の捉え方が平面であることです。煽り、俯瞰の場合、頭部の輪切りがどうなるかというと、このレベルの曲線です。思った以上に急角度の曲線ですよね。では、いただいた絵はどうでしょうか。比較すると一目瞭然ですが、非常に緩やかな曲線で、ほとんどが水平に近い楕円です。つまり、煽り、俯瞰を描いているつもりで、実際には水平アングルを描いているという衝撃の事実が見えてきました。これは本当に多くの人が陥ってしまう罠なんです。とは言っても、顔はパーツがたくさんあって複雑ですから、頭が混乱するのも無理はないと思います。ですので一度シンプルな図解に置き換えてみましょう。まず煽りで最もよくある違和感が、水平アングルの頭部のまま、これまた水平アングルの顔のパーツが上にスライドしただけというものです。ですが実際には頭部は曲面体ですから、曲面の当たりに合わせて顔のパーツも傾きが変わります。特にこういったつり目、つり眉のキャラは煽り表現が非常に難しいんです。なぜなら煽りでは目と眉が曲面のラインに合わせて垂れ目気味になるからです。うまく描かないと完全に別キャラの顔になってしまうんですね。コツとしては、上まぶたはつり目のまま下まぶたのみを垂れ目にしてあげましょう。そしてこのようにつり上がった眉も垂れ眉になるので、水平アングルのそれよりも傾斜角度を少し下げるのもポイントです。当然ながら前髪も忘れずに曲面に合わせましょう。そして俯瞰で最もよくある違和感は、水平アングルの頭部のまま鼻と口だけが下にスライドしただけというものです。特に大人キャラの場合、どうにか合わせようとするうちに鼻を必要以上に伸ばしてしまうケースが多いですね。ですが実際には目と前髪を合わせたパーツ全体が曲面に合わせて移動します。頭部は曲面体ですから、つむじは必ず意識して描きましょう。平面的に見える絵のほとんどが間違ったアングルがごちゃ混ぜになっているのが原因です。当然ながら俯瞰ならパーツは全て俯瞰のアングル、煽りなら全て煽りのアングルで描かなければ立体が崩れます。ほとんどの場合、それが違和感の原因となるんです。違和感を防ぐには、最初に立体的な当たりをきちんと取る。直線ではなく曲線の輪切りで考える癖をつけるのが最重要課題です。顔の立体的な描き方については過去の動画でも解説しているので、ぜひご参照ください。現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体の構造や仕組みをもっともっと知りたいという方は、説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容をまとめますと、頭部は思っている以上に曲面体です。
煽り俯瞰ではパーツ全体の見え方が曲面に沿って変わります。そして平面的な絵は必ず間違ったアングルのパーツが混在しています。煽り俯瞰では水平アングルと同じパーツを混ぜないようにしましょう。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたらぜひチャンネル登録をお願いします。Twitter と Pixiv、Instagram では無料の画像解説を随時公開していますので概要欄からチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。